はい、皆さんこんにちは、友太郎でございます。私は10年間日本で、働きまして、身も心もパワハラによって汚染されまして、シンガポール脱出を決意いたしまして、今永住権をもらってシンガポールで、住んでおります。今日はですね、久々に日本にちょっと来たんですけれども、その日本で気になったことをご紹介したいと思います。今回に関しては結構日本も頑張ってるなっていうところも見つけたんで、そこもご紹介したいと思います。今後の日本の国をね変えていく上で結構参考になるんじゃないかなというところで、聞いていただければと思います。じゃあまずいいところからいきましょうかね。私羽田に着いてタクシーで、私東京に住んでるんで東京の実家に来てですね、でいろんなとこちょっと家族と観光したんですけども、想像以上にキャッシュレスが進んでるなという印象は受けました。印象じゃなくて本当に進んでると思います。で特にそのタクシーに乗った時、シンガポールというか東南アジアですよね。グラブが今主流で、タクシー呼ぶには必ずアプリ使ってみんなタクシー呼んで、目的地に行くっていうのが主流になっていて、ほぼキャッシュレス 100% キャッシュレス、現金使う人はもういないと思います。で日本どうなんだろうなと思って、タクシー何回か使ったんですけども、今 Go っていうアプリがあって、それでタクシーを呼んで目的地に行くっていう、ほぼシンガポールと同じ形態をとってます。でドライバーにいろいろお話聞いたんですけども、今もうその Go を使ってる人がほとんどで、お金払う人、現金払う人はほぼ2割しかいない。で残りの8割はいろんなキャッシュレスの形態あるけども、4種類か5種類ぐらいあるのかな。みんなそれで払ってるっていうことでした。ただ昔からやってる70代ぐらいの再雇用されたドライバーの人でね、そういう人たちは未だに手を挙げてね、タクシー止める人たちを拾って業務してるっていうことでした。だからどうしてもね、そのおじいちゃんおばあちゃんもドライバー足りないから、おじいちゃんが再雇用っていう形で正規雇用ではないんだけど、どうしてもそのアプリとかキャッシュレスっていうのには馴染めてないのかなっていうとこです。でコンビニとかでもスイカとかで今払えるよね。私が想像した以上にキャッシュレスは日本頑張ってるなという印象は受けました。これがまず良かったなっていう点ね。日本もやればできるじゃんっていうところです。でちょっとこれからがダメ出しになるんだけど、私母親今ちょっと病気で、そんな深刻な病気じゃないんだけど入院してるんですね。でそのお見舞いしにですね、病院に行って、その待合室みたいなところで母親と15分ぐらい面会するのね。で周りにも面会してる人たちがお年寄りがたくさんいて、その人たちも含めてね、いろいろお話しさせていただいたの。みんなね、年金が女性で遺族年金もらってる人月々に直すと13万とかそんなもんなんですね。で大体みんなそれぐらいで、満額で20万近くもらってる人もいたんだけど、大体それぐらいなので、みんなの話聞くともっと低い人もいるっていうことなんですよね。で今で言うとその年金10年間しか払ってないっていう人は、もっともっと年金っていうのは安いものしかもらえないっていうところで、シンガポールの私の嫁のシンガポリアンの親戚の方たちっていうのは、大体みんなどれぐらい年金もらってるか分かります？もちろんこれ日本と年金の形態違って、シンガポールは自己積み立て型なんですね。日本っていうのは今払ってる年金っていうのはその今の老人たちに払う方式でしょ。で自分たちの老人ってのは自分たちの若い人たちに払ってもらうっていう方式を取っているじゃない。でシンガポールは自分で働いた額から毎月毎月転引きされて、でそれが自分のスペシャルアカウントっていう CPF っていうアカウントに行って定年して、会社からの収入がなくなってからそれをいろいろ制約はあるけども使えるようになるんですよ。でみんな大体どれぐらいもらってるか想像できますかね。大体3000ドルから4000ドルなんですよ。日本円にするとなんか35万とか45万とかそれぐらいなんですよね。で日本での人たちの倍以上をみんなもらってるんですね。もちろん方式違うから、自分で貯めたお金だからそれで計算してみんな使ってるからね、シンガポールの方がたくさんもらえるのは当たり前じゃないかっていうと、それはその通りなんだけど、それをさっぴいてもやっぱ日本の老後とシンガポールの老後ではすごい金銭的に差があるなっていうのはすごい感じて、でこのあたり日本のね政府とかに言うと財源がないとかなんとか言うんだけど、日本の政治家なんて例えば10億でできる公共事業橋架けますとかなんとか言っても、
結局みんな、資本家とか政治家とか権力者ってのが税金躊躇しちゃって、中抜きして、自分のお友達企業に仕事振ってね、そのお友達企業が10億で済むところを20億の予算でふっかけてきて、それを出しちゃうっていうことを日本はやってるわけですよ。で、そういう無駄をなくしてね、その政治家の人たちが自分のお給料で満足して、で、本当に10億のものは10億しか出さない。それで、やってくれっていうことで、何のその忖度もなしに、エコひいきもなしに入札させて、そういった公共事業を進めれば、今の税金必要な額よりずっと減るはずなんですよ。で、そうすれば、今のその生活苦に苦しんでる、年金だけもらってる老人たちに対してもう少し利息っていうものをつけてあげて返してあげることは十分可能なはずなんですよね。いや、実際に計算したわけじゃないけど、今のその東京オリンピックとか万博とかのやり方、日本人の汚いやり方見てると、それはすごく感じます。ちなみにシンガポール CPF なんですけども、お金預けるね、多分2000万だったら2000万に対して2.56% ぐらい、ちょっと正確な数忘れちゃったけど、それぐらい政府が利息をつけておじいちゃんおばあちゃんに返してくれるんですね。で、そういうのを少し見習った方がいいんじゃないかなっていうのはすごく感じました。あとね、これもすごくちょっと嫌だったのが、娘がワンピース好きなお友達が学校にいるから、ちょっとちっちゃいこんなフィギュアみたいなのキーチェーンとか買ってきてほしいなっていうから秋葉原行ったんですよ、家族連れて。そうすると秋葉原っていう街の性質上、看板とか広告とかそのビルにかかってるでっかい看板だよね、ああいうのですっごい際どい、もう10代とか中学生とか高校生ぐらいの女の子が際どい格好してね、看板に出てるんですよね。あれね、ほんと異常だよ。多分あれアメリカとかだともう児童ポロに認定されちゃうと思うんですよね。で、日本のアニメも昔はこんなんじゃなかったんですよ。40年前とかそれぐらいは。だけどどんどんその社会のさ、弱男性とかに対する締め付けとか、プレッシャーとかストレスっていうのが多すぎて、そういう人たちがもう恋愛とかできなくなっちゃってるよね、日本だと。星野源で、年収800万とか500万とかない男っていうのはもう男じゃないみたいな認識ってあるじゃない、そういう階級制度みたいなのが。で、そのせいでそういった男の人たちが完全につまはじきにされちゃって、じゃあそういう人たちがどこに逃げるのかっていうと、こういうもう文化なんですよ。で、これ本当に異常で、もちろんそういう人たちの立場とか、こういうものにしか俺たちにはないだろうっていうのはすごくわかるんだけど、これもね、日本社会の闇をすごい感じました。正直、池袋とか、秋葉原とか、もう子供連れて俺は行きたくないんですよ。ああいうのが目に入るから。で、その漫画とか、アニメートとかさ、ドンキホーテとか、そういうとこ回るわけよね。で、そうすると必ずそういうタイトルがあるわけですよ。その、中学生とか高校生とかの女の子が題材になって、やばい格好して、ストーリーもちょっとねじ曲がった感じの作品っていうのがすごく多くて、あれはちょっと今後日本をね、すぐに変われってのは無理かもしんないけど、これは社会の構造上ね。いかに日本人のそのモラルとか、子供に対するモラルとか、女性に対するモラルっていうのがもうねじ曲がってるかっていうのがね、ああいう看板にすごく出てるようで、俺は、すごく嫌です。もちろん俺も男だし、もし日本にずっと住んでたら気がつかなかったかもしれないんだけど、海外であんな看板とか、ああいう作品を表に出すっていうのは、ちょっと考えられないと思います。俺個人的に思うんだけど、ああいう表現を出さなくても、日本の漫画とかアニメって素晴らしいものたくさん作れるはずなんですよね。特にクリエイターの人に言いたいんだけど、もうちょっと作品のコンセプトとか、女性の扱いとか、ちょっと考えないっていうとこですね。これちょっと私の嫁にですね、率直に日本に足りないものは何って率直に聞いたんですよ。で、うちの嫁は言語を専門に大学で勉強してて、中国で勉強してて、で、中国語がもう中国人と同じぐらいペラペラなんですよ。で、その彼女が言うには、やはり言語能力だっていう風にきっぱり言うんですよね。コンビニとかタクシーとか、俺はあまり喋らずに嫁がその日本人とどう接するかっていうのを見てたんですけど、中国語も英語もコミュニケーション満足に取れる人っていうのがいないし、これだけインバウンドがあってたくさんのもう街中歩くとめちゃくちゃ外国人の旅行者とか目にするんだけど、まともにコミュニケーション取れてる人がほぼいないんですよ。主要なお店、繁華街のお店っていうのはもうね、韓国人の留学生とか、多分東南アジアとか中東とかの人
英語喋れる人とか、まあ中国人の留学生でね、そういうのがアルバイト、おそらくアルバイトだかなんだかでこう雇われて外国人の対応をしてるんですよね。これはちょっとまずいなっていうので、日本人、もう政府の人たちも裏金受け取るのもばっかりに集中してないで、もう少し国民にね、危機感持たせて、もうちっちゃい頃から外国を勉強しなさいと。もう NHK なんか大谷なんかいいから、もう一日中、英語、スペイン語、中国語、韓国語の、レッスンを流してね、国民に、啓蒙する義務があります。今、日本のその観光の資源なんて、ものすごい低いよね。0. 何%でしょ。で、もし国民が日常会話レベルでいいから、そういった外国語を喋れるようになれば、これね、多分 10% はね、取れるはずなんです。観光のね、収入として。そういうところを、もうちょっと、なんとかせないかんなというふうに感じました。キャッシュレスに関しては、よく頑張ってます。ただ、言語とか、漫画とかアニメの表現、女性に対する扱い、性に対するモラル、こういったものは大幅に改善して変えていく必要があるなと思います。日本をちょっと世界のワールドスタンダードに引き上げられるように皆さん頑張っていきましょうということで、友太郎でございました。